にわかには受け入れがたいが、不思議と腑に落ちた。この数日間案内されて眺めた島の景色、おぼろげな記憶にある故郷の風景とは全く異なるものだ。生徒会長さんが聞かせてくれる島のお話も私たちにはわからないことばっかりだったもんね。なんでこの世界に来たのかさっぱり。あれから毎日頭をひねってるのに、ここへ来た時のことが全然思い出せないよね。元の世界の記憶もあんまり思い出せませんし、私たちはこれからどうしたらいいんでしょうか。どうしたもこうしたもお手上げよ。私たちの乗ってきた戦術機だって補給を受けられないんじゃね。その説は無理を言ってすまなかった。そちら側にも事情があるだろうに。もう一度あのメイズとやらに潜れば記憶を取り戻すための手がかりが見つかると思ったのだが、おまけにタケルちゃんは操縦ができなくなっちゃって、すっかりみんなの足手まといだもんね。大丈夫だよ。タケルちゃんの戦術機には代わりに私が乗るから。なんなのその言い方。それじゃやはりそう簡単にはいかぬか。学園内で揃えられないということは学園外でなら入手可能ということか。なぜ不可能なのだ。地図をもらえれば私たちだけでも行けるよ。確かに私たちよりよっぽど地理に明るいだろうが、わざわざ彼らに時間を割かせるほどではなかろう。
なるほど。非合法な市場であれば相手も深掘りはしてこない。そういう意味でも顔を知られていない我々が適任というわけか。メルちゃんありがとう。ロッキー全部じゃないんですか？それじゃあ僕たちの知らない僕とメイヤさんの匠カズチ、どれを優先して直してもらうか考えないと。半数が限度。修理できても最大3機ね。つまり半数は治るまで留守番ってことになるわ。そうですか？私はそう感じませんけど。いつも通り。珍しく同意見ね。私は修理する機体をどう決めるのがいいのか考えてたところよ。損傷具合はいずれも同等となれば、誰の機体を直すのが効果的かを考えるべきだが。一長一短だね。ずるい。それだと私が絶対に勝てないよ。私が負けちゃってもいいの？タケルちゃんの機体を直してもらえないってことだよ。そうだよ。だってタケルちゃんの知らないタケルちゃんが乗れないなら私が使うべきでしょ。できるよ。タケルちゃんなんかよりもっとうまくやれるもん。まあまあ2人とも喧嘩しないで。シミュレーターで揉めるならサバイバルテストはどうかな。ほらせっかく広い山もあるみたいだから1週間くらい。それじゃ鎧が有利じゃない。どういうこと？3人ずつってもしかして私のこと入れてない？悪くない提案だな。みつるぎさん、僕も賛成。それじゃ早速チームを分けましょう。私も参加するんだからね。ちょっと、なんで私でバランスが取れる扱いなの？タケルちゃんはそうやってすぐ私のことバカにするけど、タケルちゃんだって同じくらいバカじゃん。で、こうなると絶対
タケルちゃんをギャフンと言わせてやるんだから。スミカさん、どう数的不利はあるが妥当な振り分けか。タケルは良いのか。こちらが勝ったらそなたの期待は修理されないが。条件？それでいいよ。タケルちゃんには絶対に負けないもん。あー、すっかりヒートアップしちゃってるね。まったく。とはいえ勝負ということならその方が盛り上がるか。そうだ、ねえメルちゃん、ちょっといいかな。一緒に協力しようね。仲良くなったし、協力しちゃダメだって言われてないから。やったー！2人も協力してくれるなら100人力だね。へへー、悔しかったらタケルちゃんも仲のいい人に頼んでみたらいいんじゃない？ああ、タケルと鏡はいつもこの調子でな。羨ましい限りだ。そろそろ出発するぞ。これ以上時間をかけても仕方あるまい。